ら乗っていいよ。ここまでつけて、ここまでつけて、ここまでつけて、奈良にいます。失礼しました。奈良にいます。今から三輪そうめんを食べに行こうと思ってます。橋墓古墳がそろそろ見えてくると思います。あれじゃない？橋墓古墳。あそこのほら。ただこの辺いっぱいあるからな。いっぱいあるけど、多分あれだと思うけど違うかな。この辺りはもう。あ、そうだ、橋墓ね。橋墓古墳でしたね。卑弥呼の庭出ました。卑弥呼の庭出ました。ここですよ。ここ前も一度ね、あそこにですね、卑弥呼の庭というカフェがあるんですけど、毎回行けないんですけど、今日は行けるかな。まずは腹ごしらえですね。はい、橋墓古墳でございます。今からこの周りをですね、ぐるりと回ろうと思います。やっぱ古墳って感じするよね。わーわーわー。わーわーわー。来るとなんかこう神聖な感じがする。なるね。あそこに鳥居もね、置いてあるしね、置いてあるというか、捧げてあるしね。音。うわー、本当にこの辺に住んでる方って古墳の周りにいるっていう、なんていうのかな、いい気があるだろうね。うわー、すごいすごい。これが今裏の方に回っております。これも上から見ると前方後円墳なのよね。これが一番最初の前方後円墳。あ、そっか、日本で初めての。みたいな。そうだね。一番最初エジプトのサッカラ、階段状ピラミッド。すごいね、この古墳の前に暮らす人々。お家の前に古墳があるってすごいよね。こちらが前方後円墳の前方の方。公園の前方の前の方でございますね。今日やってない山本さん、残念でした。三輪そうめん目の前なんだね。3日までお休みということで、今日2日なので。こっちの方にほら、あ、今日3日だ。神社が。今日までお休み。この里でございます。桜井市。いいですね。おそうめんだけど20人待ってるの。見て、こうメニューが美味しそう。天ぷらにんめんとかね、あとトマト味噌にんめんとかもある。ノンアルコールビールが1本でグラスお2つですね。で、食後にわらび餅お2つです。はい、よろしくお願いします。はい、お下げしてよろしいですか。あちらの奥にもお部屋がありますね。和風な感じで素敵です。ゼロです。ゼロです。ありがとうございます。そうめん屋さんに来るの初めて。そうそう。三輪そうめんはね、いつも買おうとしてるんだけど、ある時は買うんだけど、イボの糸もあるけどね。ここの三輪そうめんが有名なのね。はい、どうも。はい。すごいね。天ぷら、柿の外しで。美味しそう。いい匂い。どうかな。
すごいカツオのね、お出汁のいい香りがしてるね。これだってやっぱり天ぷらってさ、これおつゆがなくてお塩で食べるのね。塩で食べるの。食べてもいいし、これで食べる。入れてもいいし。天ぷら入れるのかな。ね、天ぷら入れる。やっぱり見てこの皆様何よこの三輪そうめんのこの細く美しい姿。ここでしか出してないそうですね。山の上面。お茶ローカルだよね。美味しい。こちらが冷やしそうめん。このそうめんの天ぷらっていうのが面白いですね。頼んでみました。おかわりです。3色にしてみました。青じそとかぼすと普通の白いんだと思います。このきゅうりきれいに切ってある。きゅうりきれいに切ってある。すごい。2つ目です。2つ目。2つ目。2つ目すいません。切っちゃってます。すごい、これ柚子かな、かぼすだった。美味しいよ。ね。うん。コシがコシが強いです。全然違うね。完食です。2杯も食べた。はい、どうだった？おいしい。美味しかった。おいしいのできない。このわらび餅取ってみたんだけど、もうね、もうホロホロというかもう柔らかくてでもコシがあるの。めっちゃくちゃ美味しいよ、きな粉の食べたら。どうですか？ちょっと違うよね。もう一回ね。うん。このね、柔らかさがさ、こうやってほろ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 。ここにつけて、美味しい。きな粉につけて食べな。いただくけど、こっちがあるから大丈夫、ありがとう。それでつるりといけるでしょ。美味しいよね。すごい綺麗ね。見てこれ。プルしてね。こんな柔らかいわらび餅初めてかも。すごいよ。美味しいです。お店の片隅にちゃんと売店がありまして、いろんなおそうめん売ってます。こちらのお店でいただいている千寿亭のおそうめんお豆5食入りもいただきました。すごいね。わお。挟んでいただくとね、そうめん新幹線とかね、いろんなそうめん機関車もあります。こちらの糸結びというのが美味しいということなので、それをいただきました。そしてこの3色、いつも買ってるのはこれなんですけど、美味しそうですね。もともとおそうめんが大好きなの私。家でもさ、アメリカでもさ、いや僕も好きだよそうめん買って食べてる。普段買ってんのこれなの大体。これね、鍋のそうめんとか、今だとかっ飛ばせカラフルそうめんもありました。わあ、お相撲の説明が、相撲と埴輪の館、舞台はここ。飲みを作る。ここに相撲神社があるみたい。相撲発祥の地。すごいね、マジ。わあ、綺麗な景色の中にある相撲神社があるということを発見しまして、行ってみてみます。
技発祥の地だって。へえ、日本の国技相撲、ここで始まったということなんですね。すごい。誰が優勝するんだ？あ、徳勝利。この前引退した人。奈良県の方だ。そう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 、奈良県の方。そうさすが春ですね。いやーすごい優勝記念。優勝する。すごいでしょ。すごい。いいですね。驚きました。ここは相撲広場というのだそうです。これは偶然の発見だからね。すごい嬉しい。相撲発祥の地ということですね。カメラマンさんちょっと本当素晴らしい相撲発祥の地ということで、すごい嬉しいです。偶然の発見。本当に偶然の発見でしたね。すごい。すごいですか。鳥居の向こうに橋古墳が見えてます。素晴らしい。ね、相撲神社の鳥居を向こうの方まで見える。また入って大和中麗やね。ありがとうございました。いいね、大和路麗し。さすがはるみ。すごい景色がいいね。ねえ、景色がいいね。向こうの山が霞んでてね、でもなだらかな山なのね。決してこれはぶどうですかね。険しくなくて。ねえ、ここは水仁天皇の巻向主上宮玉城宮。ここに彼の宮があった。それで宮でさっきの2人が戦ったんです。こちら慶光天皇の古墳でございます。あっちこっちありますね。見るものは見るもの、どこでも古墳。全部古墳に見えてくるというね。来ました。駐車場に本当近いですね。そうです。そうなんです。すごいね。ワールドヘリテージ東京大地。ちょっと奈良の文化財。これ進めます、お母さん。大丈夫？大丈夫です。ぐるぐる来ました。大丈夫。絶対に見れない私。濡れない。今日もね、ちょこちょこ張ってたんだけど濡れないでしてますね。晴れ女です。晴れ女。
素晴らしい仏様です。写真は NG なんですけれど、もう一回見たら忘れられないお顔です。3体の仏像があります。これはね、なんかこう伝わるような感じの仏像です。東照大寺久しぶりに来たんですけど、いいね。いい。本当になんかもうこのね、大丈夫よっていうところ、大丈夫よっていうと大丈夫よっていうね、そういうメッセージをもらいました。三人三様のこの大丈夫メッセージ。大丈夫だ。何があっても。なんかこのちっちゃいお家が可愛いんだけど。ここ。52個円があるように。嬉しい。嬉しい。本物の鑑真様はこの奥におられるそうです。そのためにこれ作られたんです。よく知ってんのママ。多分よく知ってる。5両って書いてある。もう元気が出てきちゃったママ。ママ元気。ここに行くの？こっち？行けるの？すごいね。これね、なんかさ、どこにいるかわからないっていう感じ。これかなり古いものですよね。かなり。先の方やから行ってきてそこで待ってるわ。そうね、ちょっと遠いよね。今5秒やから。苔寺じゃないのに苔が綺麗。ねえ、いいですね。すごいね、この奥までね。いや、いいよここは。素晴らしい。ね、東照大寺。いいとこね。五両っていうとお墓なのかな。そうか、ほら。これはオクラでしょ。これ
宝物とかほらこれ倉庫ですよ、倉庫。宝物殿だからちょっと言ったらあそこみたいやね。正倉院の行事が入ってるような感じは下がねあるの。どこかあったらいいかも。ね、見てみますか。ちょっと見てみますか。見ていいですかね、これですみませんね。で、慎重に貼ります。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time!